昨日のヒントは赤いものが山の上まで続いている場所だったよね。正解はここ。京都の伏見稲荷大社。駅を出たらもう大きな鳥居が見える。隠す気のない答えだね。昨日は最後まで秘密にできたから十分でしょう。私は紅葉か長い赤い絨毯を想像していた。山の上まで絨毯があったらかえって歩きにくそう。だから歩きやすい靴がヒントだったんだ。今日は少し歩くからね。体調に合わせて無理せず行こう。大丈夫。ホテルの朝食で学んだ。最初から取りすぎない。その教訓を今日は体力にも使うんだね。うん。元気を少しずつ使って最後まで残す。その作戦なら安心した。朱色のローモン近くで見るとすごく鮮やか。朝の光に合っているね。昨日の奈良とは空気まで違って見える。あ、狐の像、口に鍵みたいなものをくわえている。向こうの狐は丸い玉をくわえているよ。狐がここの神様なの？狐そのものが神様というわけではなくて、稲荷狼の使い、つまり眷属とされているんだよ。神様から大切な仕事を任された狐なんだ。そう考えると表情も少し誇らしそうに見えるね。私も鍵を守っている顔で写真を撮りたい。見えない鍵を持つの？見えないからこそ想像力が必要なの。では私は隣で玉を守る役にする。美咲も一緒にやってくれるの？旅の写真は少しくらい遊びがあった方が楽しいでしょう。見て、鳥居の道が2つに分かれている。ここからが有名な千本鳥居だね。中に入ると朱色のトンネルみたい。鳥居の間から朝の光が入って道に細い模様ができている。こんなに並んでいると全部でどのくらいあるのか気になる。お山の参道全体には大きさの違う鳥居が約1万基あるそうだよ。1万？1000本よりずっと多い。千本鳥居はこの辺りの特に密集した場所の呼び名だからね。それなら一本一本をゆっくり見ながら歩きたい。その方がこの景色を楽しめそうだね。朝の光が入るたびに同じ朱色でも少しずつ違って見える。写真にもその違いがきれいに残りそう。あ、鳥居の裏に名前や日付が書いてある。祈りや願いが叶ったことへの感謝を表すために鳥居を奉納する信仰があるんだって。この景色はたくさんの人の願いと感謝が重なってできたんだ。江戸時代から続いて今の千本鳥居につながっているそうだよ。意味を知ると急に一つ一つが違って見えてきた。見えるものは同じでも意味を知ると感じ方が変わるね。この鳥居をくぐるたびに誰かのありがとうの中を歩いているみたい。その言い方好きだな。これからは急がずに気になった鳥居で立ち止まる。その歩き方ならこの先の景色もゆっくり楽しめそうだね。うん、写真だけじゃなくて今日見つけた景色をちゃんと覚えて帰りたい。いい旅の目標になったね。ところで、この道はどこまで続いているの？稲荷山を一周するお山巡りは約4キロで2時間ほどかかるそうだよ。2時間？1000本鳥居を抜けたらすぐ終わると思っていた。予想より長い答えだったね。今朝食べた分で山を一周できるかな。3つのパンと焼き魚とプリンの分まで使えばかなり歩けそう。ちゃんと覚えていたんだ。宮の朝食は忘れにくい景色だったから。でも全部回らなくてもいいんだよね。もちろん、まず奥社法排除まで行ってそこで続きを決めよう。ゴールを一つに決めない旅もいいね。疲れたら休む。気になる場所があったら止まる。それで十分。
それならいける。次の鳥居まで案内してください。次の一つだけなら何百回でも言えそうだね。1000本鳥居を抜けたら少し空が広くなった。ここが奥社法廃所、稲荷山を拝む場所なんだって。あそこに人が並んでいる。何をしているの？重軽い石だよ。願い事をしてから石灯籠の上の石を持ち上げるの。軽かったら願いが叶いやすいんだよね。自分が予想したより軽いか重いかで感じるためし石だそうだよ。では、願い事を一つ決める。決めた。顔が急に真剣になったね。いくよ。せーの。あ、思ったより重い。叶えるために少し努力が必要な願いなのかも。でも諦めたくない。それなら今日から少しずつ近づけばいいよ。美咲もやってみて。では私も。思っていたより少し軽いかも。何をお願いしたの？秘密。昨日から美咲の秘密が増えている。旅には後で開くページが少し残っていた方が楽しいでしょう。もう少しだけ上まで歩いてみたい。いいよ。次の休憩できる場所まで行ってみよう。鳥居がまだ続いている。曲がった先にも、その先にも。入り口では一本のトンネルに見えたけれど、山の中に何度も現れるんだね。歩く音まで少し静かに聞こえる。朱色の中を歩いたと自然に声も小さくなるね。階段は小さくならない。願いがすぐに叶ったわけではなさそう。さっきの願いは階段をなくすことではないよ。わかっている。でも今は少し休もうか。まだ大丈夫。と言いたいけれど、水を一口飲みたい。はい、急がなくていいからゆっくり飲んで。ありがとう。美咲は疲れていない？少し、でも一人で歩くより楽しい。私も。疲れたと言っても置いていかれないから安心する。置いていかないよ。今日は二人で来たんだから。では、次の角まで一緒に。着いたらまた次を考えよう。わあ、木の間から街が見える。ずいぶん上まで来たね。下の建物が小さく見える。あの大きな鳥居からここまで歩いてきたんだ。一つずつ進むと長い道でも本当に着くんだね。カメラを置いて二人の後ろ姿を撮ろう。顔は映さないの？今は私たちが見ている景色を一緒に残したい。いいね。鳥居と街が両方入る場所に置こう。タイマー10秒。急いで。山道では走らない。早歩きで。間に合った？多分、二人とも少し息が切れているけれど。それも今日らしい写真。後で見るときっと笑えるね。山を降りたら急にいい匂いがしてきた。出汁の香りかな。参道のお店を少し見てから帰ろう。いなり寿司ときつねうどん。名前まで今日の景色にぴったり。どちらにも油揚げが使われているね。きつねとお稲荷さんの関係が食べ物の名前にも残っているんだ。昔からとても身近に感じられてきたことがわかるね。どちらか一つを選ぶのは難しい。いなり寿司は分けて、うどんは小さいものを一杯ずつにしようか。その提案を待っていました。顔に書いてあったよ。甘辛い油揚げと酢飯が合う。歩いた後だともっと美味しい。うどんの出汁も優しい味。体がゆっくり落ち着くね。朝食の反省は今日は必要ない？今日はたくさん歩いたから大丈夫でしょう。では、いなり寿司をもう一つ。
その判断の速さは朝と変わっていないね。そろそろ駅に戻ろうか。日も少し傾いてきたよ。うん、帰る前にもう一度だけ鳥居を見たい。もちろん、今日の最後の一枚もここで撮ろう。朝とは光が変わって鳥居の色も少し深く見えるね。光の模様も静かな足音も街を見下ろした景色も覚えている。全部歩けなくても今日見つけたものはたくさんあったね。旅の思い出はそのくらいでいいのかもしれない。長い道は少し不安だったけれど、ミアと歩いたら短く感じた。私も。今日はここまでにして、次はもう少し涼しい季節に続きを歩こう。うん、今日はありがとう。伏見稲荷、また来ようね。もちろん、次も二人でゆっくり歩こう。